皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI 経済が公円の単位で書き換わった2026年5月最初の1週間、アンソロピックの年間売上が440億ドルでオープン AI を逆転し、シエラ、セレブラス、イレブンラブズ、AMD まで巨大ニュースが連発した話を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。たった1週間でAI 経済の地図がぐらりと書き換わりました。アンソロピックの ARR、つまり都市換算売上が1ヶ月で300億ドルから440億ドルへ跳ね上がり、王者オープン AI を売上で抜き去ったのです。同じ週にオープン AI 会長ブレッド・テイラー率いるシエラが158億ドル、セレブラスは266億ドル規模の IPO 申請、イレブンラブズには110億ドル、AMD のデータセンターは前年比プラス 57%。 AI 経済が完全に兆円スケールに突入した衝撃の1週間でした。ここで前提を整理させてください。今週起きたのは単発ニュースの寄せ集めではありません。基盤モデル、 AI エージェント、音声 AI、AI チップ、それぞれの評価額が同時並行で歴史的数字を更新したのです。株式市場や年金基金、政府系ファンドといった大口マネーが AI 業界に流れ込み始めた証拠です。今日はこの1週間を5つのセクションに分けます。順番はアンソロピックとオープン AI の王座交代、シエラの急成長、セレブラスの IPO、イレブンラブズと AMD、最後にマイクロソフトの世界 AI 普及レポートと EUAI アクトです。それでは一つ目のセクションです。アンソロピックの AR が440億ドルを突破し、オープン AI の240から250億ドルを上回ったニュースです。数字の動きは2025年1月に10億ドル、2026年4月に300億ドル、5月初旬に440億ドル、1年4ヶ月で44倍という AI スタートアップの常識を超えた成長曲線です。そして5月4日から5日にかけてアンソロピックは米国の三大投資銀行ゴールドマン・サックス、JP モルガン、モルガン・スタンレーと2026年10月の IPO を、つまり株式公開に向けた協議を開始したと報じられました。目標調達額は600億ドル超、日本円でおよそ9兆円超というテック誌でも最大級の上場案件です。背景にあるのは対話型 AI の主役がクロードを中心とした企業向け AI エージェントに移ってきたこと、法律事務所、コンサル、銀行、保険といった文書処理量が膨大な業界がクロードで業務の半分以上を自動化し始めました。オープン AI も別系統で PE、 つまりプライベートエクイティと蘇生した JV 経由で AI 導入支援企業3社の買収交渉に入ったと5月7日に報じられています。基盤モデルを作るだけでなく、現場に導入する人材ごと買い取る競争がアンソロピック対オープン AI の新しい主戦場になりました。2つ目のセクションです。シエラ、158億ドルの意味です。シエラはブレッド・テイラー氏が共同創業した AI エージェント専業企業で、ブレッド・テイラー氏は同時にオープン AI の取締役会会長、最高ガバナンスを担う立場です。5月4日、シエラはシリーズ E ラウンドで 9.5 億ドルを調達し、企業価値は158億ドルに達しました。注目すべきは2025年9月時点では100億ドルだったこと。9ヶ月で約 58% 増です。今回のラウンドはタイガーグローバルと GV が共同リードを務め、既存投資家のベンチマーク、セコイア、グリーンオークスも参加しました。シリコンバレーの一流ファンドがシエラを次のセールスフォース、次のサービスナウと本気で評価し始めたサインです。シエラが提供するのはカスタマーサポートや営業窓口、解約防止など人間のオペレーターが担っていた業務を AI エージェントが丸ごと引き受けるサービスで、航空会社や通信キャリア、保険会社などが自社の電話チャット応対を置き換え始めています。オープン AI の会長がオープン AI とは別の会社で
AI エージェントの派遣を狙う。これは基盤モデル戦争が一段落し、その上に乗るエージェント層こそが本当のお金になるという業界の総意でもあります。日本企業にとってもコールセンターや窓口業務の AI エージェント化はもはやいつやるかの話です。3つ目のセクションです。セレブラスが IPO 申請、目標時価総額266億ドル、オーバーサブスクリプション100億ドル超えというニュースです。セレブラスは皿のように大きな1枚ものの AI 専用チップウェハースケールエンジンを作るアメリカの半導体企業です。5月4日にコメ SEA 提出された S1、つまり上場目論見書では2800万株を1株115ドルから125ドルで売り出し 3.5 億ドルを調達する計画です。決算も劇的で2015年通期売上は 2.9 億ドル、前年比プラス 76%、 前期は 4.85 億ドルの大赤字だったところから純利益は8790万ドルの黒字へ一気に転換しました。 AI 半導体スタートアップが大規模赤字から本格的な黒字フェーズに入った最初の事例です。そして注目すべきはセレブラスがオープン AI と複数年にわたる100億ドル超のチップ供給契約を結んでいる点。オープン AI が NVIDIA 一本足だった調達戦略を多様化し始めたサインで、業界ではこれを NVIDIA 脱却と呼んでいます。セレブラス IPO が成功すれば2026年最大級のテック IPO となり、 AMD やインテルなど他の AI チップ企業の評価にもポジティブな波及が期待されます。 AI インフラ層の主役がソフトウェアからハードウェアへ改めて広がる動きとして覚えておいてください。4つ目のセクションです。11ラブズと AMD をまとめてお話しします。まず11ラブズです。音声 AI で世界トップを走る11ラブズは5月5日に ARR が5億ドルを突破したと発表しました。2025年末の 3.5 億ドルから2026年第1四半期だけで1億ドル積み増したことになります。同時にシリーズ D ラウンドで約5億ドルを調達し、企業価値は110億ドルに達しました。新規投資家の顔ぶれも豪華で、世界最大の資産運用会社ブラックロック、半導体王者の NVIDIA、保険系大手のウェリントン、ヘッジファンドの DE ショー、英国老舗のシュローダーに加え、ハリウッド俳優のジェイミー・フォックス、エヴァ・ロンゴリア、イカゲームで知られる韓国の映画監督ファン・ドンヒョク氏まで参加。エンタメ業界が音声 AI を自分たちの未来の道具として本気で抱え込み始めた象徴的な出来事です。続いて AMD です。5月5日発表の2026年第1四半期決算は売上102.5 億ドル、前年比プラス 38%、市場予想超え。中でもデータセンター部門は58億ドル、プラス 57%。第2四半期ガイダンスも112億ドルとコンセンサスを上回り、株価は同日プラス 19%。CEO のリサ・スー氏は AI エージェントが CPU 需要を爆発させているとコメントし、フランス政府と組んで毎秒100境界演算するエクサスケール計画アリス・レコックを共同推進していることも明らかにしました。 GPU だけでなく CPU も AI エージェント時代に再加速しています。5つ目のセクションです。マイクロソフトのグローバル AI ディフュージョンリポートと EUAI アクトの簡素化合意です。まずマイクロソフトが5月7日に公表したグローバル AI ディフュージョンリポートは、世界の労働年齢人口のうち何%が AI を実際に仕事で使っているかを国別に集計した世界初の本格的な普及指標です。最新値は世界平均で 17.8%、前期の 16.3% から 1.5 ポイント上昇。1位は UAE アラブ首長国連邦で 70.1%、 国民の労働者の7割が AI を業務で日常的に使っている驚異的な普及度です。米国は 31.3% で世界21位、前回の24位から3つ順位を上げました。30% 超の国は26カ国まで増え、 AI 普及は先進国の一部の話ではなくなっています。さらに
ソフトウェア開発者の GitHub プッシュ、つまりコード投稿数は前年比 78% 増。 AI エージェントが書くコードも含め、世界の開発活動が爆発的に増えています。続いて EUA アクトです。5月7日、欧州議会と閣僚理事会は EUA アクトの簡素化合意に合意しました。注目点は2つ。1つは2026年8月2日のハイリスク AI 本格規制施行は予定通り進めること。もう1つは欧州独自路線を保ちつつ、より事業者が運用しやすい方向に微調整したこと。 AI 規制で厳しい姿勢を貫いてきた欧州が米中競争を踏まえて現実界にシフトしたサインです。日本企業にとっても EU 市場で AI サービスを展開する際の運用負担が想定より軽くなる可能性が出てきました。最後にまとめです。2026年5月最初の1週間を一言で言えば、 AI 経済が完全に驚異単位の世界に入ったです。アンソロピック440億ドルでオープン AI を逆転。10月 IPO で600億ドル超の調達を狙い、シエラ158億ドル、セレブラス266億ドル、イレブンラブズ110億ドル、AMD データセンタープラス 57%、マイクロソフト普及レポートは UA70.1%、米国 31.3%、世界平均 17.8%、EU は規制を現実界に微調整、AI はすでに研究や実験の段階を超え、世界経済の中核に組み込まれました。日本企業もこのキチェン AI 経済の地図をどう読み、どこに自社を置くか、明確な答えを出すべき時期です。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。